こんにちは。今日は樹脂粘土を使ったピアスを作りたいと思います。これが樹脂粘土で、私はプリモというメーカーを使っています。中から出してグニグニ自分の体温で伸ばして温めて柔らかくしていきます。これはパスタマシーンです。大きいサイズに最初は合わせてぐるぐる畳んで伸ばして畳んで伸ばしてを繰り返します。伸ばした樹脂粘土をつなげていくとこのように大きなシートができていきます。パスタマシーンの幅のサイズを7から6から5と少しずつ幅を狭くしていきます。サイズを下げていくとクレーはどんどん伸びて薄くなっていきます。私は最終的に5の幅で調整して、それを半分に畳んで滑らかになるまでそれを繰り返します。こんな感じです。薄くなったクレーを二重に畳んで、空気が入るといけないので空気を抜きながら平らに畳んでいきます。いろいろとテクニックがあるのですが、今日はハンコを使って模様をつけたいと思います。お気に入りのハンコを見つけて自分のオリジナルで作ってみてください。私はインドのブロックハンコとかマンダラ柄のハンコとかを集めて使っています。自分の好きな模様のスタンプをクレーに押し付けて模様をつけます。模様がついた周りをクッキーカッターでくり抜きます。どのような形にくり抜いても大丈夫です。お気に入りを見つけてください。くり抜き終わって残ったクレーもまた畳んで柔らかくしてパスタマシーンで伸ばしてきれいな面を作ります。きれいな面ができたらまた二重に畳んで空気を抜いて平らにして、また好きなハンコを押してくり抜くという作業を繰り返していきます。ご自分のお好きなお気に入りのハンコなどでいろいろ試して、クッキーカッターもどんな形でも大丈夫なので、形とデザインなどを自分で決めてオリジナルのをたくさん作ってみてください。クッキーカッターをくり抜いた後は少し粗くなっているので、周りを滑らかにするために指でもいいんですけれども、こういう道具を使って少し周りに丸みを帯びさせます。ここの工程は大事なんですけれども、焼く前にクレーの上の方に穴を開けます。この穴をつけ忘れるとここにワイヤーを通して後でイヤーフックをつけることができなくなるので、粘土が柔らかいうちに千枚通しなどで穴を開けます。今から作るのはこちらのピアスです。先ほどと違う色で、こちらはアンティークゴールドという色の粘土を使います。先ほどと同じように手の温度で柔らかくしていきます。手で今回は丸めるんですけれども、この樹脂粘土の硬さがちょうどツボ押しマッサージみたいでいい刺激になります。ちぎって適当な大きさでぐるぐる丸めていきます。私は結構大きめのピアスを作ることが多いです。カナダとか US からの発注がとても多いので、結構大ぶりのピアスが売れています。でも自分のお好きなサイズで自分の好きなデザインでクレーは作れると思うので試してみてください。今回使うのがこのインドからのブロックハンコですね。ウッドブロックハンコ
は、上から押し付けてしまうとちょっとちぎれてしまうたり形が崩れてしまうので、粘土をブロックハンコの上に押し付けて取る方が綺麗に模様が入ります。こんな感じになりました。ピアスなのでペアを作ります。早回しです。先ほどと同じように穴を開けていきます。千枚同士で上の方にあまり端に近すぎると割れてしまったりするので、だいたい 2,3 ミリちょっと中側につけていきます。はい、今樹脂粘土を使ってデザインをしてみました。これから30分オーブンで焼いていきます。粘土なので樹脂粘土で柔らかいので成形がとてもしやすくて、もうお子様からお年寄りまで誰でも楽しめると思います。オーブンで低温で焼いていくんですけれども、こちらで言うとセルシアスだと摂氏ですね、華氏じゃなくて摂氏135度くらい、華氏だと270度なので、日本のオーブンで270度にしてしまうと丸焦げになってしまいます。以前ちょっと間違って結構高めのセッティングでやってしまったら焼いてしまったら丸焦げ、全部綺麗にね、色も別々で焼こうと思ったんですけど全部真っ黒になってしまいました。そうならないように気をつけてください。はい、これから30分焼いていきます。夜になりました。先ほどから、オーブンに入れて出来上がって出して冷まして樹脂粘土が冷ます工程で硬くなります。オーブンから出した後すぐはまだちょっと柔らかいんですよね。それで140度摂氏で140度ぐらいの低温で30分焼いた後にまだ少し柔らかいかなと思ってちょっと厚みがあるので15分足して45分合計で焼いてキュアリングという冷ます工程、ほっとけばいいんですけれども、その冷める工程で樹脂が硬くなって、水分が飛んでとても軽い素材なので、見えますか？大きいイヤリングを作っても軽いです。色付けです。私はアクリルペイント、水性だとつけて結構雨とかで取れてしまいます。雨どころかちょっと作る工程で剥げてしまうのでアクリルペイントを使います。アクリリックペイント、日本だとアクリルペイントで探せると思います。これはマーシャ・スチュワート・クラフトさんのっていうブランドで、そちらでもあるのかわからないんですけれども、こちらではあります。結構色が廃盤になっちゃったりとかして使ってて気に入ってるのがなくなっちゃったりするんですけれども、水性ではなくアクリルを選んでいただければ何でも大丈夫です。スタンプをした時の溝のところにですね色を入れるんですが、これとても簡単で、こういうヨーグルトのカップとかの蓋に私は結構色を入れてあまり多くしてもらって少し、あとは私はターコイズの色が好きなのでちょっとコッパーって銅ですけど銅にパティナって言ってちょっと古みを帯びたような古い感じに見せるのが好きなので、ちょっと今日はこれオーダーが入ってるものたち先に作っちゃいます。このスタンプをしたところの溝に光がすごいですね。すいません。溝にペイントの色を残して
それをヤスリで削ってここに残る感じにしたいんですよね。なので筆を使ったりしてもいいんですけど、私はもう手でデデデッと塗っていきます。これ裏なんですけど、わざとこういう風にしています。で、溝に入ってる色も1種類だけだとなんかね、私はちょっとこう古くしたい新しいものですけど、温故知新みたいな、違うね、したいんでやってます。最初に青を塗るので、指でもうね全部塗っちゃいます。これ気持ちいいです。これでビデオが止められなくなりましたね。指汚いんで。もう小さい時から結構クラフトが好きで、本当に一人でトイレットペーパーの箱とかがもう開くといつもなんかそれをこう紐を引っ張ると開くとかそういう感じの工作ばかりしてました。段ボールとかまあその辺の拾ってきたものでするのが好きですね。これはさすがに拾ってきてないですけど、売り物なのでこういう感じで全体に私は最初に塗ります。こういう時間がとても大事です。静かな時間カオスな時間も楽しいですけどね、楽しいんですけどね、ちょっと一人の時間、ものづくりにこう瞑想みたいな感じでできるので安らぎますね。はい、第1レイヤーができました。この色はインクって書いてます。インクの色、ちょっと深い青色、ネイビーみたいな色です。これを1回乾かします。これはとりあえず置いといて、違うオーダーのやつで、これはクレーがさっき違う種類なんですよね。はい、2レイヤーが終わったので、これから作るのがアンティークゴールドのクレーを使った上に先ほどのインクっていう色のアクリリックを塗っていくんですが、今回は指じゃなくて、指は汚れたままなんですけど乾いてるんで大丈夫です。水で少し薄めたですね、インクをつけます。ここになんでまた起きてくるの、おやすみ。ジバニャンがおやすみって言っています。ママさ、これちょっとおやすみ。じゃあね、ジバニャンおやすみ、おやすみなさい。おやすみぎゅー。はい、おやすみなさい。はい、こうやってね、いいですね。こういう感じで溝に全部入るようにこんな感じで塗っていくんですけどね、これは溝に残るようにすぐにこのペーパータオルで拭き取るんです。拭き取ります。拭き取ると溝に色がこういう感じでね残るんですね。すると溝に残ったネイビーの色とコッパーの色でかっちょよく塗ります。こんな感じです。はい、今ちょうどオーダーが入ってるのをメインに作ってるんですけれども、これさっき紺色インクを入れたものに少し遊び心というか、私アンティークっぽく見せるのが好きってさっき言ってたんですけれども、少しはい、こ
ごめんなさい。スポンジに先ほどのちょっとターコイズシーグラスの色を入れてポンポンポンって少しずつちょっとスタンプしていきます。すると少しアンティークっぽい感じになるんですよね。見えますか？少しだけですね。トン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 。あんまりつけちゃうとちょっとわざとらしくなってしまうので、ちょこっとずつ。あ、つけすぎた。つきすぎたよ。工作楽しいんですよね。手仕事。手を動かす。自分でデザインしたり考えて、こういうのが作りたいな。でこういうのを作るにはどうしたらいいかな、こういう材料でこういう色を合わせてとかすっごいずっと考えてます。なんかしてる時とかずっと頭の中では色合いとか新しいデザインとかそういうのを考えるのがとても楽しいです。でそれを実際作ってみてうまくいかなかったりうまくいったり繰り返しです。とりあえず2個目のこんな感じです。指が汚いですね。あと最初に作っていたこちらのマンダラ、光で飛びすぎですね。マンダラのスタンプをしたクレイの方は、乾いたので削っていきます。これヤスリで粗めのと、もうちょっと細かいめのものなんですけれども、まあ普通に削っていきます。ジャリジャリすると削ったところがこう取れていくんですけど、こういう感じでコッパーの色が、見えますね。コッパー色が見えてきます。おはようございます。昨日から作っててやっぱり1日またいでしまいました。一気にやろうと思ったんですけれども、ちょっと登場人物が多すぎてまとまりが引かずと、このレイヤーの昨日作っていたマンダラ、見えない、マンダラのイヤリング1日経って乾いたのでこれから削っていきます。レイヤーを乾かしている間、乾かして今日続きをすることにしました。これはヤスリで昨日削っていたんですけども、やっぱりちゃんとしっかり乾かないと色がにじんでしまうというか広がってしまうので、ちゃんと乾いた後に、これは紙やすりですけど粗めで削ると中の溝に残ったペイントも全部削ぎ落としてしまって模様が浮き立たないので、細かい目の紙やすりで結構削ります。全部完璧に削ったら意味がないので、少し周りをこうターコイズの色、シーグラスっていうペイントの色なんですけれども、シーグラスの色を残す感じで周りを削ります。裏も塗ってあるので裏もこう削ぎ落としていきます。するとなんかコッパーというクレイなのでコッパーにちょっとサビがついたみたいな感じの趣が出るんですよね。私は結構使い古したものが好きで、もう服とかもほぼ 80% ぐらいは古着かもしれないです。古着が好きです。昔から趣がある。誰かがもういらなくなったものでも私はね、それをこう拾って再利用、自分色に染めるみたいな感じですかね。でここに残る粉がちょっと削られて粉が残ってしまうので、カメラはどこなんですか。ここがカメラでも光でいろいろ飛んでますからね、飛
ばしたいから私。あ、粉残っちゃうところをちょっとシャドウをすればいいぞ。見えた。歯ブラシ、これはさすがに使い古しを使っているわけではないです。ゴシ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 すると粉が取れてきれいに残ります。地道作業。ここがちょっとトリッキーなんですけれども、こういう感じに穴をもともと作っておいたので、この穴に刺すだけです。この穴を作り忘れていると後でドリルで開けたりとかしなくてはいけないので、ちょっと大変です。プライヤーで丸作る。で切って整えます。違う形のプライヤー。円が横に向くように、こうなると縦ですね。横で、ここにイヤーフックをつけるとイヤリングになります。イヤーフックをつけていきます。イヤーフックもこういう感じですね。ブラスイヤーフックって、メタルのブラスだから、なんだろう、ブラスは日本語なんだっけ、忘れた。ワイヤーでイヤーフックをつける場所を作ったので、こちらにイヤーフックをつけてイヤリングの完成です。ね、プライヤーでピピッと開けてフックをかける。こう逆にしたら、なんだい？逆にしたら逆になっちゃうから。何？豆腐食べてもいいよ。プロテイン？なんか、そっか。いいよいいよ。こういう感じでまっすぐになったらイヤリングになります。マンダラピアスの出来上がりです。こちらにもゴールドの20ゲージワイヤーを入れて、1センチちょっとぐらいが穴から裏の穴から出ている状態でくるりんこ、こういう感じですね。これをプライヤーのラウンドノズルで巻きますよ。穴ができました。これをくる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 2回ぐらいで、焼きが足りないと水分が飛んでなくてすっごく柔らかくなりすぎて、この作業の時にワイヤーで割れたりします。なので加減をちゃんと見計らってしてみてください。ポチョン切ります。ちょんで、今この穴が縦になっているので、縦でワイヤーをつけて、ワイヤーっていうかイヤーフックを耳にかける部分をつけてしまうと、こういう状態でぶら下がってしまうので、こちらを縦に横ですね、横に直します。こういう感じです。あとゲージ、柔らかいゲージのワイヤー、硬いの方がいいんですけれども、こちらでイヤーフック、耳をかける部分も作ることができます。こういうペンの先とかを使って指で押さえてくるっと巻きます。するとフックができるんですね。こういうフック船長の手、フックの形です。で、
このぐらいで切りますと、こういうフックができるので、フックの先をプライヤーでくるっとします。くるりんぱするとこういう感じでイヤーフックができるので、こちらで耳通してもいいです。やっと全部出来上がりました。皆さんのオリジナルで樹脂粘土、多分日本でも結構手に入りやすいと思うので、楽しんで作ってみてください。結構粘土成形しやすいですし、なんか手触りというか、私も小さい頃からすごく粘土で遊ぶのが大好きだったんですけれども、粘土とか泥遊びとか、そういうなんか童心に戻ったような感じで、楽しんで作っています。皆さんも結構ストレス解消になるかもしれません。ぜひ作ってみてください。これから、オーダーを、ポストオフィスに届けに行ってきます。ではまた新しい動画作るので応援の方よろしくお願いいたします。